皆さんこんにちは。本日は3泊4日のパッキング。はい、佐藤家では3泊4日で旅行に行きますので、そのパッキングの様子を動画にしたいと思います。ただ今回はアメリカはシャットダウン中ということで、ちゃんと旅行に行けるのかと不安はあるんですけれども、行けるということを楽しみにしてパッキングしていきたいと思います。今回の旅行はですね、私たち佐藤家の3人家族と、あと夫の友人ですね、友人の3人家族の2家族で集まって一緒に旅行するということで、なかなかない機会なので、すごく楽しみにしています。なんとですね、この動画を撮っている最中に夫が予約した飛行機が、スーツケースをつけていなかったということで、こちらのスーツケースでは今回は持っていきません。はい。というわけで、スーツケースなしでパッキングをするというわけで、今回はこちらの、背負うタイプのですね、リュック1つ、それとキャリーオンのバッグが1つ持ち込めるということなので、この間日本に帰国した時に荷物急に入らないということで買った可愛いバッグがあるので、こちらでパッキングをしていきたいと思います。荷物はですね、基本的に夫は夫、息子は息子、私は私という感じで、3人それぞれがキャリーオンのバッグと身近なものを入れるバッグという風に持っていけるので、今回は自分だけについてパッキングの動画を出したいと思います。はい、というわけでまずは洋服系ですね。3泊4日なので、1日目と4日目は移動だけなので、同じものでもいいかなと思っています。なので実質、1日目を着ていって4日目も1日目と同じ服で帰ってきて、2日目と3日目だけ服を変えればいいかなと思ってます。まずこれですね、長袖1枚と、だいたい気温を鑑みて22度か3度4度ぐらいの気温なので、ある程度あったかいとは思うんですけれども、一応ニットも持っていきます。それから、長袖の T シャツですね。あとは1日目と4日目はデニムで行く予定なんですけれども、これすっごく気持ちいいんですけれども、ユニクロのこれですね、もうすごく着やすくって、中日に着ると楽かなということで、1個だけズボンを持っていって2日間ですね同じのを着ようかなと思ってます。はい。で、洋服系はこんなものかなと思っていて、かなり少ないと思います。そしてあとは、パジャマですね。Airbnb に泊まるんですけれども、Airbnb では、パジャマは存在しないので、タオルとかはあるので、パジャマは持っていこうと思います。洋服はですね、数年前、2年前ぐらいに、どこだったかな、3COINS かなで買ったこういう荷物を圧縮する袋ですね。こういうのを買ったので、これに旅行の時はいつも入れて持ち運んでます。3COINS じゃないな、これ確か無印ですね。無印で買いました。はい。洋服が圧縮できるので、これおすすめです。はい。ということでですね、今、こんな風に荷物を詰めました。今この洋服と一緒に、ヒートテックだったりだとか靴下とかを一緒に入れました。厚みはこんな感じです。もう一個の方はかなり余裕があってまだまだ何か入りそうなので、もしかしたら息子の洋服とかね、こっちに入れちゃうかもしれないんですが、今こんな感じです。で、あとはこれも10年ぐらいずっと使っているベトナムか何かで買った下着入れなんですけれども、使っていて、で、あとはこんな風に洗濯ネットと1回分のトラベル用の洗濯洗剤を持って行ったりしてます。子供が小さくて一緒に旅行に行く家族のお子さんも小さいので、何かしらね、トラブルだったり汚れたりした時に洗濯できると心強いかなと思うので、一応こういうのを持っていくようにしてます。入れてみたら
偶然なんですがシンデレラフィットをしてくれました。これがこの無印の圧縮ケースがですね、圧縮袋がちょうど2つ入るという感じですね。はい。あとですね、ちょっとしわくちゃで恥ずかしいんですが、いつも寝るときにですね、こういう髪の毛を保護する、シルクのヘアカバーを使っていて、これを持っていこうと思います。はい、それからスリッパですね。エアビーなのでそこが靴で入れるか、靴がダメなのかちょっとわからないんですけど、今まで行った Airbnb は基本的に靴を脱いで入るタイプが多かったかなとは思うんですが、わからないので、靴だとちょっとどうしてもあまりリラックスできないなと思うので、そういう時はいつもこういうですね、スリッパを持っていくようにしてます。飛行機の中とかでもね、こういうのあるとリラックスできるかなと思うので、持っていくのおすすめです。あとですね、こちらの可愛いポーチ。これに、念のための生理用品だったりだとか、ちょっとした、薬類ですね。生理痛薬だったり、あと結構喉が痛くなることが多いので、トローチ。これ5歳以上の子飲めるので、うちの息子も飲めるということで、喉系と、あとカコン糖、ちょっとって思ったらすぐ飲めるようにすると効くので、カコン糖系と、あと絆創膏なんかを入れてちょっと持っていこうと思います。あとこれも確か下着入れと同じく10年ぐらい前にベトナムで買ったかなと思うんですが、これも絵で見てわかるように歯磨き粉と、歯ブラシとか口臭ケア系のものが入っていて、それからこれすごくおすすめしたいのがココラボという、ホールフーズで最初買って、その後アマゾンでもよく売ってるんですが、ココラボというところの歯間ブラシですね。私これすごく最初使った時感動して、ずっと気に入って愛用しています。あとそれから私ずっと夜、歯ぎしりがひどいのでマウスピースを持って行ってます。あとですね、コンタクトレンズ、私目が悪いのですごく悪いので、使い捨てのコンタクトですね。普段は2週間を使っているんですけれども、最近ちょっと実は年がいもなくカラーコンタクトレンズにハマっています。このハパクリスティンですね、着色直径、目の眼球に対する着色直径が 12mm か何か、すごく小さいんですよ。なのでかなり、違和感なく瞳の色だけ変えられるかなという感じで、瞳を大きく見せたいっていう方には向かないんですが、なんか最近久しぶりに他のメーカー、例えば日本だとデファインとかを使ってみたら、もう明らかに着色直径が自分の瞳より大きくて、もう変なんですよ。完全に似合わないくなっていて、それでもやっぱりちょっと自然に少しだけ、楽しみたいな、化粧品以外で楽しめる要素があるといいなと思って探していた時に、こちらのハパクリスティンさんすごく自然でいいよってことだったので見てみたら、こちらのブラウンですね、かなり自然でおすすめです。もう一つですね、これも同じくハパクリスティンなんですけれども、これのこのチョコというものですね。チョコっていうカラーもかなり自然です。で、夫に何回かこの家の中、室内だったり外を歩いてる時も言っても、確かに言われてみれば目の色違うけど、なんかただ綺麗な目だなっていうぐらいにしか感じなくって、カラーコンタクトレンズつけてるなっていう印象にはならなかったらしいので、少しだけ、自己満足って言われちゃったらそこまでなんですけれども、自分の中で少しいつもと違うおしゃれがしたいなっていう方にはハッパクリスティンですね、かなりおすすめです。アメリカからも購入することができて、たまにセールで 50% オフとかやってるので、そんな風に自分に合う色をちょこちょこ買っていくと、楽しいなと思ってます。で、カラーコンタクトレンズ、これはワンデーなので、旅行とかに特にぴったりかなと思っていて、わざわざケア用品を持っていくの結構重たいなっていう時に、私は旅行の時によく使っていることが多いですね。あとコンタクトレンズも使ってるっていうことで、メガネも持っていきます。
メガネと、あとどうしても日差しが強いのでサングラスは絶対忘れないように持っていきたいですね。次はですね、日焼け対策グッズです。もうちょっとこれ見た目を気にしてられないんですが、すごく幅の広い、この結構厚みが10センチ以上あるかなっていう、これは日本で買った、日よけの帽子。あとですね、夫がこの間日本に帰ってた時に買ってきてもらったアネッサの日焼け止めですね。私絶対もうアネッサにすごく大きな信用を置いていて、いつもこういう旅行に行く時は必ずアネッサを持っていくようにしてます。冬でもですね、ちょっと長時間外に出るような時はアネッサを塗ってます。これどこだったかな、多分日本に帰ってる時に急に雨が降ってきてコンビニで買った傘だったと思うんですけれども、思ったよりも軽くて、しかも日傘にもなるということで、買ってすごく良かったなと思ってます。軽いのでこれを持っていくのと、これちょっと悩むんですよね。見た目は私結構キャップ自分で似合うかなと思ってるんですけど、おしゃれで可愛いけど日よけにはちょっと向かないかなっていうので、ちょっと今悩んでます。これ荷物に余裕があったら持っていこうかなと思ってます。続いてはヘアケア用品ですね。ヘアケア用品はこういう自分が使っているシャンプーやリンスは自分に合うものを持っていきたいので、こういう小分けのパックに入れて持っていくことが多いです。あとそれからもうこれは使い捨ての櫛ですね。以前旅行した時に使ってたものを、使い捨てだけど使い捨てていないという感じで、持っていきます。それからこれヘアクリップですね。何かと留めることが多いのでヘアクリップ、あとはゴムとかですね、持っていこうと思ってます。続いてですね、ボディ系としてこういうこれ東京でこの間帰った時に買ったんですけれども、体を洗う石鹸ですね。こういう風に1個ずつ旅する石鹸っていう名前がついてくれるくらい、ちょうどこの旅行にぴったりかなって。ちょっと見た目がですねキャラメルみたいなので、小さい子のが間違って食べないように注意しなきゃなと思ってるんですけど、こういう可愛いキューブ状になってる石鹸なので、これを今回の旅行に持っていきたいと思ってます。で、乾燥が激しい時にベタベタしちゃうんですが、私はやっぱりワセリンが最強だと思っていて、いつもワセリン、もうかなり残り少ないんですけど、ワセリンを持っていくことが多いですね。それでですね、洗顔系ではこちら、これ3コインズかな、3コインズで買ったヘアバンドと、あとどうしても顔洗ってるとダラダラダラって水が流れてきて嫌なので、すごい毛羽立ってて恥ずかしいんですが、こちらですね、腕につけるバンドです。それから全部試供品なのでブランドバラバラなんですけど、クレンジングですね。オイル系、私肌が強くてあんまり試供品なんかで肌荒れしたことがないので、旅行の時はいつもこういう、試供品系を持って行ってます。今回帰省した時にカネボウさんの製品気に入って、これが洗顔料ですね、試供品いただいて、カネボウのコンフォートストレッチウォッシュの洗顔料ですね。あとそれから洗顔した後は、私はこのカネボウのスキンハーモナイザーを使っています。これもですね、私すごく、気に入っていて、ちょっと今秋冬になってくるとちょっと合わないかもしれないんですが、夏は特に日本でですね住んで一時帰国した時はすごく使いやすくてお気に入りでした。これと化粧水を使った後、これも今お昼間はですね、このクリームインデイですね、 SPF30 なので、まずこれを塗って、今回このぐらいの量でちょうどいいかなと思うので、この試供品のまま持っていくのと、あと夜はですね、このクリームインナイトという夜用のクリームがあるので、夜用のクリームを使いたいと思います。あとは化粧品系ですね。化粧品系はこの無印のポーチすごく便利で、私が買いに行った時この色しか残ってなかったんですけど、またぜひ買いたいなと思っててすごく便利です。まずは日焼け対策系ですね。お気に入りのアネッサ、ニャンホで可愛いです。ポケモンのアネッサ日焼け止めと、あとこれが、顔用にはですね、こっちのカネボウを使うこともあ
あります。これベイルオブデイですね。SPF50 なのでこちらを使うこともあります。あとそれから唇にシミってできるんですよね。私最近まで知らなくって、アメリカに来てから増え始めちゃって、もうこれどうにか止めたいなと思って SPF 入りのリップクリームを使ってます。あとそれから下地ではこのクレドボーボーテの下地が塗った瞬間というよりも何時間経って8時間経ってお肌を見てもすごく綺麗ということで気に入ってクレドボーのちょっと使用感あるんですが使ってます。アメリカに来てから割とマット系な仕上がりよりも自然な仕上がりの方が気に入ってるので、特にあと今回旅行で荷物減らしたいっていうことでコンシーラーを、ファンデーション代わりに使ってます。それからエレガンスの、お粉ですね。これすごく綺麗です。で、あとはこのマックのチークを、この色ですね、オレンジがかっているのかな。なのですごく自然な仕上がりに、健康的な感じに見えるということで気に入ってます。あとはもうこの最近ちょっと薄くなってきてる眉毛を描く、本当はアイライナーなんですけど眉毛を描くのに使ってるラブライナーで、それからあと大事な眉毛のペンシル系ですね。眉毛はもうずっとこのケイトを10年ぐらいかな、ずっと愛用してリピートし続けていて、これも、眉マスカラですね。眉マスカラ。それからこれもまたカネボウなんですけれども、カネボウの V02 というカラー、もう一個が V09 というカラーですね。気に入って使ってます。はい、これで以上になります。お気づきの通りですね、私あんまり目につけるマスカラだったりだとか、そういったものをあんまりつけなくて、旅行に持っていくときもこれぐらいのサイズ感で持っていけます。あとはですね、インスタントマンって書いてある、コーヒー朝から飲めるといいので、持っていこうかなと思っていて、飲んだことないんですがちょっと楽しみにしてます。あとはですね、このセリーヌで、ピアスを買った時についてきたアクセサリーケースですね。物をなくすと嫌なので、大事なアクセサリー夜寝る時とかにはこちらに入れようかなと思っています。それから最後にですね、お財布の中に貴重品として運転免許証だったり、自分の身分を証明できるものですね。息子に関してはそういう免許証みたいなものがないので、一応パスポートを持っていこうと思っていて、それからあとは保安検査場で時間がかかるのが私たちは嫌なので、グローバルエントリーというものにそれぞれ申し込んでいて、有料なんですけれども、それを申し込んでおくと保安検査場でいちいち開けて中身を見せてみたいな、すごく列が長くなってるじゃないですか。あれをちょっと待ち時間待つのがちょっと嫌だということで、そのまま顔認証でスタッと歩いて通過できるっていう制度があるので、それに申し込んでいて、それ用の一応カードをですね、持ってるという感じですね。あとは当日入れるものですね。お財布にスマホ、それから充電器とモバイルバッテリーということで、私はこういう袋にですね入れて持っていってます。で、あとはそうですね、 Vlog を撮りたいと思っているので、今まさに撮っている Vlog 用のカメラを持っていこうかなと思ってます。はい、というわけでこんな感じでパッキングが終わりました。とは言ってもですね、まだ旅行まで日にちが数日あるので、当日の朝から貴重品系だったり朝まで使ってる化粧品系を忘れずに詰めて持っていきたいと思います。はい、というわけで以上が初めてのパッキング動画でした。皆さんいかがだったでしょうか。個人的には結構荷物少ない方かなと思っているんですが、夫とか息子に言わせるとまだまだ荷物多いよねっていう感じらしいです。そこはねしょうがないかなと思うんですけれども、これがだいたい3泊4日のキャリーオンだけの場合の荷物でした。またですね、今後旅行の時に、どんなパッキングをするのかっていうのも載せていきたいなと思いますので、もしよければグッドボタンとチャンネル登録いただけると嬉しいです。ではまたね。